日本語の種。こんにちは、ゆみです。このポッドキャストは日本語を勉強している人のために作りました。繰り返し何回も聞いてください。前回の続きでオノマトペを紹介します。日本語のオノマトペはたくさんあります。なんと4000から5000個あるんだそうです。いやー、びっくりしました。たくさんありますね。で、オノマトペは擬音語と擬態語の2種類があります。擬音語は音を真似した音ですね。例えば、ドアをトントンと叩くとか、ドアがバタンと閉まる。トントン、バタン。で、音がないものは擬態語と言います。ピカピカ、光る。太陽がギラギラしているというような感じです。で、日本のコミックにはたくさんのオノマトペが使われているので、見たことあるんじゃないかなと思います。バキッとか、ドカーンとか、ドドドドドとか、いっぱい使われています。あれでかなり迫力が出ますね。絵で描いてあるだけなんですけれども、まるで映画館でサウンドエフェクトを聞きながら映画を見ているような感じになれます。そして、アメリカのコミックにもこのオノマトペは出てくるんですけれども、会話にはあまり英語で出てこないですよね。でも日本人の会話にはたくさんのこのオノマトペが出てきます。みんな使ってますので、ぜひ日本語を勉強しているあなたは使ってみてほしいなと思います。今日はちょっと簡単なものだけ少しご紹介してみたいと思います。例えば、ドキドキする。これはご存知の方も多いと思いますね。緊張したり、何か今から始まるぞとか始めるぞという時に、ドキドキすると使います。これは心臓の音から来てるオノマトペだと思うんですが、怖いなと思ってる時も使いますね。ドキ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 。で、嬉しい時はワクワク、ワクワクするというふうに使いますね。あと笑う時、普通に笑っているのはニコニコ。そしてニヤニヤ笑うと言ったらどんな感じかわかりますか？ニコニコよりも少し、なんて言うんでしょうね、何か企んでるなとか、こうちょっと、ニヤニヤしている人は私を見て、私のことを何か考えている。何か変なこと考えているなっていう雰囲気が出ます。あと、痛い時のオノマトペなんですけれども、痛みを表すオノマトペ。これはものすごく、お医者さんにとっては分かりやすいそうなんですね。お腹が痛いんですって言った時に、どういうふうに痛いですか？胃のあたりがキリキリと痛みますっていうふうに伝えますと、お医者さんは、そういう痛みならこういう薬が効くなとか、こういう病状なんだなっていうのがよくわかるそうなんです。で、例えば、チクチク痛いという時、これは針で刺されているようなイメージです。チクチク、針ですね。で、キリキリ痛いっていう時もあるんですけれども、これは針よりももう少し太いものでこう刺されているイメージです。で、頭が痛い時に頭がズキズキするんですという時はズキズキ。これはちょっと血液の流れと脈と関係している時にズキズキします。こう血が流れる時にズキッズキッとする感じですね。で、ガンガン痛いんですっていうのはこう殴られてるような後ろから誰かにこうフライパンか何かでガンガン叩かれてるようなイメージですね。で、あまり病気とか怪我なんかはしたくないと思うんですけれども、万が一の時のためにこういう痛みの表現覚えておいてください。で、今回オノマトペについて調べてみて、私も日本人ながらとてもびっくりしたんですが、かな50音ありますよね。このあいうえおかきくけこですけれども、このかな50音一つ一つにオノマトペのイメージがあるんだそうです。例えば、ふ、
はひふへほのふですけれども、これは軽いもの、軽い感じのイメージなんだそうです。例えば、ふわふわですね。ふわふわとか、ふーっと息を吐くといったら、ちょっと軽い、優しい感じ。ふわふわは、柔らかい、綿か何か、雲か何か、ふわっとしている、そういうソフトな感じ。軽くて柔らかいイメージ。で、げは汚いイメージなんだそうです。ぜ、これは苦しい。ぷは可愛いんだそうですね。ぷにぷにとか、プルプルといったらちょっと可愛い感じは確かにします。この一つ一つ一音一音に音のイメージがあるんだそうです。ですから5000とか4000とか5000といった数のオノマトペができてしまうわけなんですけれども、日本語って本当に奥が深いですね。少しずつでいいので、このオノマトペも覚えて使ってみてください。このポッドキャストのトランスクリプトが欲しい人は、まことプラスメンバーになってください。www.makotoplus.com を見てください。それではまた。日本語の種でした。